もし今日あなたの人生が終わるとしたら一番の心残りは何ですか？遡ることおよそ15年前の2008年12月、中国河南省。一人の女性囚人が刑務官に両脇を抱えられ、刑務所の門を後にしました。囚人の名はグオ・シュアン25歳。殺人罪で死刑を宣告されたグオは、これから処刑場へ向かうところなんです。背筋を伸ばし、まっすぐに前を見据えて歩くグオ。1年前に死刑判決を受けた時からずっと彼女の振る舞いは毅然としたものでした。来たぞ。そう聞こえたかと思うと、刑務所の前で待ち構えていた記者からグオに多数の質問が飛び交います。そんな中でもグオは眉一つ動かさず歩みを進めていたんです。しかし、グオさんご存知ですか？先日下された決定で、一人の記者が発したその言葉に不意に肩を震わせたグオ。その目からは大粒の涙が溢れていました。グオは記者の言葉をきっかけに死刑が怖くなってしまったのか？違うんです。彼女は一言こう言い残し、処刑場へ向かっていきました。嬉しい。自身の死刑直前に嬉し泣きをした女性グオ・シュアン。毅然とした態度を貫いてきた彼女が突如涙を流したその訳とは。その裏には彼女が絶望の中で一心に願ったある人物の幸せがあったんです。おそす、ハニーワークス大好きケンちゃんです。マイハニー、ヤミヤミコです。というわけでね、ハニーワークス知ってますね、ヤミコさん。知ってるわ、ね、あんたが散々聞かせてくんだから、意外にああいうね、ちょっと可愛い系の曲もね、聴くんすよ。逆にみんなあんたどういう曲聴いてるって思われてるって思ってるの？演歌じゃないですか。演歌、はい、演歌かラップバトルとかじゃないですか。はい。この格好で。何聴くんですか？なちょ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 。本日ご紹介するのは殺人罪で死刑となったグオ・シュアンについて。彼女は死刑の直前に泣き崩れたんですけど、なんとその涙、実は嬉し泣きだったんです。死刑の直前でしょ？嬉し泣きってどういうこと？これを知るにはね、そもそもなんで殺人罪を犯すに至ったのかっていう背景も含めて理解する必要があるんです。事件前のね、グオのね、様子なんですけど、実はこの時彼女はある夢、そして目標に向かって前向きに進んでいたところだったんです。女性が目指したもの。遡ることおよそ18年前の2005年7月、中国河南省鄭州市が今回の舞台。大学を卒業したばかりのグオ・シュアンは真剣な眼差しでパソコン画面に向かっていました。画面に映し出されているのは求人情報。大学で医療と看護を学んだ彼女はその知識を活かせる病院への就職を望んでいました。そして絶対に正社員じゃなきゃダメなんだ、非正規じゃ家族を支えていけない。グオの両親はすでに定年を迎えており、彼女は自分が一家の大黒柱になるべく一刻も早く安定した条件の仕事に就きたいと考えていたんです。ところが卒業から1ヶ月が経っても正社員を募集している病院は一向に見つからず、厳しい現実を目の当たりにしたグオはじりじりと焦りを募らせていました。病院の正社員募集ってそんなにないものなの？病院だけじゃなくて、そもそも中国全体で大卒のね、人たちの就職なんてのが続いてるらしいんですよ。恐ろしいですよね。しかもそれはね、日本のね、就職氷河期の日じゃないんです。というわけで本日のメトラキーワード、中国の就職難について。中国では長年大卒者の就職難が続いています。原因の一つは大学の入学定員数が急拡大されたこと。1998年の中国の大学の入学定員数は約108万人。それが2008年には600万人以上と10年で約6倍も定員が増えているんです。一方で急増した大卒者を受け入れる就職先の数は10年前からさほど変わらず、大卒者のうちなんと7割が就職できずにいるといいます。中国はコネ社会の文化が根強く、就職を有利に進めるために学校の先生へ高級品を贈る習慣があるほど。しかしそうしたコネを作れるのは裕福な家庭のみ。一般的な労働者家庭で育ったグオにはコネもお金もなく、希望する就職先に就くのは至難の業だったんです。ある日、いつものように就職活動をしていたグオはとある求人情報に目を留めました。それは鄭州大学第一附属病院が出していた求人。鄭州大学第一附属病院は7000もの病床数を誇る世界最大規模の医療施設。グオの住む鄭州市では最も有名な病院でした。ここで働けたら父さんや母さんを安心させられる。そう、グオにとってそれは非常に魅力的な求人だったんです。募集は臨時職員のみでしたが、挑戦する価値は十分にあると思えました。こうしてグオは思い切ってこの病院へ履歴書を送ることに。そしてなんと3ヶ月後の2005年10月、彼女は晴れて鄭州大学第一附属病院の臨時職員として採用されることになったんです。正社員じゃなかったとしても、まずは仕事が見つかってよかったんじゃない？
な。そうですよね。真面目にね、働いてればね、正社員の話も来たりしますからね。病院の人事部に配属されたグオは40歳の部長ファン・ウェイザオの補佐を任されることになりました。ファンはハーバード大学医学部に博士研究員として勤めていた男で、医学界ではちょっとした有名人。1年前に母校の河南医科大学の依頼を受けて鄭州大学第一附属病院の指導教官を務めるために中国へ戻ってきました。そしてつい最近ファンは人事部長に任命されたばかりだったんです。エリートのファンについていくことになったグオはより一層気合を入れて仕事に臨むんですが、またやっちゃった。夜の静まり返った事務所で一人肩を落とすグオ。グオの仕事は書類作成や来客対応などの雑務が中心でしたが、初めて働く彼女には何もかもが難しく、小さなミスを繰り返していたんです。そうやって一人落ち込むグオにいつもそっと声をかけるのが上司のファンでした。あんまり気にしないで、僕も人事部長としてはまだまだでさ、たくさん失敗してるよ。そう、ファンはグオが失敗しても決して怒らず、なかなか仕事に馴染めない彼女を励まし続けたんです。そんなファンの振る舞いを見るうち、グオの中でも彼に認められたい思いが高まっていきました。しかし実はこの時点で彼女はもう罠にはまっていたのかもしれません。すごい仕事頑張ってて素敵じゃないの。何が起こるっていうの？それがですね、グオのね、この熱意を悪用しようとする人がいたんです。事態をね、急変させる出来事が起こったのは、病院に勤めてから半年が経った頃のことなんです。グオの過ち。2006年2月27日の朝、窓から差し込む光で目を覚ましたグオ。彼女はズキズキと痛む頭を押さえながら、ぼんやりとした意識のまま辺りを見回します。ここはどこ？グオがそう小さくつぶやいた瞬間、おはよう。隣でそう囁きかけたのはなんと上司のファン。彼は裸の状態でグオと同じベッドに寝そべっていました。即座にシーツを手繰り寄せ、驚いた様子で身を縮ませるグオ。もしかして昨日あの後。お誕生日おめでとうございます。乾杯。その夜、鄭州市のあるレストランのプライベートルームに賑やかな笑い声が響いていました。この日はファンの誕生日パーティー。医学界で有名な彼を祝いに、取引先や医学会会員らが多数集まっていたんです。ずらりと並んだ料理に舌鼓を打ち、お酒を飲みながら談笑する出席者たち。そんな中、お酒が飲めないグオはホスト役として立ち回っていました。しかし、ほら、今日ぐらいグオさん飲もうよ。次々にグオにお酒を勧めるパーティーの参加者たち。彼女は初めこそ断っていたんですが、何度も勧められるうち、グラスを突き返すわけにもいかず、気持ち悪い。慣れないお酒にすっかり酔ってしまったグオは、支えられながら店を出るとタクシーに乗り込みます。送っていくよ。朦朧とする意識の中でグオが聞いたその声は、上司ファンのものでした。そう、上司ファンがグオにいつも優しく振る舞っていたのは、密かに彼女を狙っていたから。こうして一夜を過ごしてしまったその後、ファンは狼狽するグオに向かい、必死で弁解の言葉を尽くしていました。遊びのつもりはない。でも、傷つけたなら謝るよ。しかし、ファンが何を言おうとも、グオの暗い表情が晴れることはありません。そして考えあぐねたファンは、彼女が何より望んでいるであろう、その言葉をついに口にするんです。お詫びとして君を、正社員にしてあげるよ。まあファンはね、グオにとって人事部長って上司の立場だからって思う気はするんだけど、ちょっとなんか体を対価にしてるみたいな感じ。ほんとなんか胸くそ悪い感じがするわよ。立場をね、利用してるのも気持ち悪いですし、ただね、グオにとってはね、家族を安心させたいって思いが強かったんで、ファンのその言葉っていうのが、すごいね、響いちゃったんでしょうね。ほんとなんか構造的な闇もね、感じますよね。しかしね、ファンのね、この約束、本当に果たされたんでしょうか？困ったぞ。グオさんを正社員になんてできるわけがない。でも、病院内で変な噂を流されたらたまったもんじゃない。あの場は、ああいうしかなかったんだ。グオを自宅から返した後、上司ファンはそうやって一人で頭を抱えていました。そう、グオとの約束は、ファンが自分の立場を守るためのその場しのぎでしかなかったんです。正直なところ、グオは職場内でもあまり優秀な方ではありません。そんな彼女をいきなり正社員に推薦すれば、それこそ肉体関係を疑われかねない状況だったんです。とはいえ、若いグオの体に見せられたファンは、そこからたびたび彼女を自宅へ呼び寄せるようになりました。そうやって関係を重ねるうち、ファンの罪の意識は次第に薄れていったんです。まあ、正社員の約束はそのうち忘れるだろう。ひどいもんだ。グオにとってそんな簡単な問題じゃないのにさ、何も分かってないじゃないの。しかもね、この後ファンはね、グオを嘲笑うかのような行動に出るんです。
グオとファンの関係が始まってから半年後の2006年8月、グオはファンの手回しで受験した看護師試験に合格。人事部から看護師へ病院内の転職を果たすんです。雇用形態は契約社員でしたが、それでも彼女は満足していました。臨時職員よりずっといいわ。看護師の資格を持っていれば収入も安定するし。しかし、看護師ってこんなにハードなの？看護師として働き出して間もなく、グオはその仕事内容に完全に打ちのめされていました。人事部とは比べ物にならない大量な事務作業、そして鳴りやまないナースコール。大きな病院の中を一日中走りっぱなしの状態で、ろくに休憩も取れなかったんです。こんなに大変なのに結局正社員にはなれないのよね。そうやって次第に看護師の仕事に不満を募らせていったグオ。彼女はこの時忙しさから長く会えずにいたファンに久しぶりに電話をかけることにしました。そして自身の胸の内を次のように伝えたんです。人事部に戻りたいの。できれば正社員として。そう、グオはファンの正社員にするという言葉を信じ続けていたんです。しかし君はまだ正社員にこだわっていたのか？看護師になれたんだからもういいだろう。ファンはグオの申し出を鼻で笑うかのようにしてそう言ったんです。実はファンが手回しをしてまでグオに看護師試験を受けさせたのは、グオを自分から遠ざけるため。彼女との関係が病院内で噂されるようになっていたためでした。自身の立場を守りたいファンとしては、グオを人事部に戻すなどもってのほかだったんです。散々もてあそんどいてほんと。何よそれ。グオもかわいそうよ。こんなことさ、周りに相談できる人もいないんじゃないの？それがですね、実はグオには一人相談できる人がいたんです。そしてその人物が事件の結末に関係してくるんです。一体その人物は何者なんでしょうか？たった一人の味方。2006年6月、鄭州市のネットカフェに気だるそうに頬杖をつきながらパソコンに向かう一人の少年ワン・ジジアの姿がありました。高校2年生の彼は学校に馴染めず、たびたび授業をサボってはネットカフェに入り浸るいわゆる不良少年だったんです。そうやってワンが時間を潰していると、そこへやってきたのは一人の美しい女性。そう、グオです。彼女は所狭しと並ぶパソコンとテーブルをすり抜け、ワンの隣の席へ腰を下ろしました。そして何を調べてるんですか？熱心にパソコンを触り出したグオに思わず声をかけたワン。実はグオはワンの好みの女性。ワンはグオが店に入ってきた時から彼女が気になっていたんです。正社員を募集している病院があったら転職しようと思って、でもやっぱり難しいみたい。そう、グオは病院で臨時職員を務めながらも空いた時間で正社員の働き口を探していました。そしてこの時ワンはグオの話を聞きながらもすでに彼女に恋心を抱き始めていたんです。ワンから見たらグオって結構お姉さんなんじゃないの？この時ね、グオは23歳なんで5歳年上なんです。以降、グオと過ごすようになったワンは回を重ねるたび彼女に夢中になっていきました。彼はグオの優しげな雰囲気や思わず守ってあげたくなるけなげな性格など、彼女を知れば知るほど心を奪われていったんです。そしてグオにとってワンは何でも打ち明けられる相談相手となっていきます。職場や家庭、友人とは無関係なワンだからこそ、彼女は人に言いづらい悩みを相談することができたんです。最初はそんな何でもない理由からワンとの時間を楽しんでいたグオでしたが、いつしか彼といる時は自然体でいられる自分に気がつくんです。グオは学校に居場所を見出せずにいるワンに、職場で肩身の狭い思いをしている自分と似たところを感じていたのかもしれません。まあちょっと変わってるけど、すごいなんかいい関係じゃない？そうなんですよ。この後のね、出来事がなければ。ワンとグオが一緒に過ごし始めて3ヶ月ほどだったある日、ワンはいつも通り病院の入り口で仕事帰りのグオを待っていました。お疲れ様。病院から姿を現したグオに笑顔で駆け寄ったワン。いつもならグオが優しく笑い返してくれるはずでした。しかし彼女はその日見たことがないほどこわばった顔をしていたんです。ごめん、今日は一人にして。そう言うとワンを振り払い、早足で歩き出したグオ。ただならぬその様子に、ワンは必死で彼女を追いかけ食い下がろうとしました。いつもみたいに俺には何でも言ってよ。しばらく押し問答が続いた後、ワンが強い口調でそう言うと、グオはようやく足を止めます。実は私ね。彼女が打ち明けたのは、上司ファンにもてあそばれ騙されたこれまでのこと。話を聞くうちにワンは体が怒りで震えるのを止められなくなっていました。そして次の瞬間、ワンは泣きじゃくるグオを抱きしめこう言ったんです。君をもてあそんだそいつに復讐しよう。だんだんとやばい展開になっちゃってるわね。その通りです。この後ね、グオとワンは取り返しのつかない犯行に及んでしまうんです。切なる願い。2006年9月30日午後5時、鄭州大学第一附属病院の駐車場で、ファンはグオの車に乗り込みました。二人はしばらく顔を合わせていませんでしたが、この日グオは相談したいことがあると言ってファンを呼び出していたんです。そしてファンが助手席に腰を下ろしたその時、こんばんは。後部座席から声をかけたのは、そう、ワンでした。ファンは怪訝な表情を浮かべるんですが、グオはワンを弟だと説明。そのまま3人は夜のドライブへ繰り出すんです。それからしばらく車を走らせた後、グオは人気のない通りに車を止めました。どうしたんだい？グオ
オの顔を覗き込むようにして問いかけたファン。次の瞬間、後部座席のワンがファンの首元にカミソリを突きつけたんです。うわー！瞬時に吹き出した大量の血に赤く染まるフロントガラス。ファンは切られた首を手で押さえながら何度となく切りつけるワンを振り払い、必死に車の外へ逃げ出します。誰か助けてくれ。しかしすでに息も絶え絶えだったファンに逃げる力は残っておらず、背後からハンマーで殴られ気を失うファン。その後もワンは憎しみを込め何度もその頭を殴りつけたんです。嫌な予感はしてたけど殺しちゃうのね。そうです。そしてこの後、冒頭にあった通り、グオは死刑になるんです。ファンが殺害された2日後、グオとワンは低収益でチベット行きのチケットを購入しているところを逮捕されます。ただ、裁判が始まると逃亡を試みたグオももはや覚悟を決めた様子で、検察官の尋問にも一貫して冷静に受け答えしていたんです。こうして滞りなく裁判が進んだ結果、グオとワンに下された判決は死刑。判決が言い渡されるその最中も、グオは表情一つ変えなかったと言います。そして2年後の2008年12月、ついに死刑執行の日が訪れました。刑務官に両脇を抱えられ、刑務所の門に姿を現したグオ。門のそばでは多数の記者が待ち構えていたが、彼女は意にも介さない。病院で働くようになってから本当に散々なことばかりだった。思い出したくもないことばかり。でも、職場での肩身は狭く、上司のファンにもその弱い立場を利用される日々。そんなグオにとってたった一人、正直な気持ちを話せる相手がワンだった。ワンは私の人生に必要な人だった。でもワンにとって私は出会ってはいけない相手だった。グオは逮捕されてからというもの、ワンの前で感情を出さないと決めていた。私があの日彼の前で泣いたから彼は道を間違えてしまった。だからもう二度と彼に涙は見せない。そしてグオが処刑場へ向かう車に乗り込もうとしたその時、ワンさんの死刑判決が執行猶予付きに減刑されましたよ。周囲を取り囲んでいた記者のうちの一人が放ったその言葉に大きく目を見開いたグオ。張り詰めていたその表情は一瞬にして安堵へと変わり、彼女はその目に大粒の涙を浮かべた。記者は続けてワンからの伝言を伝えた。あなたのことが本当に好きだった。僕が間違いを犯したのはあなたのせいじゃない。僕が無知だっただけのことです。死刑が下された際、グオはワンだけは生きてほしいと発言していました。そしてワンの死刑が減刑されたのは殺人を扇動したのがグオであり、ワンは首謀者ではないと判断されたため、こうして何もかも思い通りにいかず退けられ続けたグオの願いは最後に一つだけ叶えられることになったんです。死刑執行のその日までグオが一貫して冷静な態度を貫いたその理由は本人の口からは語られていません。しかし彼女の性格や発言からその態度はやはりワンのためだったのではないかと僕は思います。